こんばんは。前回ご質問にお答えしますというのをやりまして、昨日ちょっと途中だったので今日は続きをね、させていただきますね。鼻下、唇にかけて縦じわが食事中、おしゃべり中目立つことに気づきました。口輪筋トレーニングでいいですかって。そうですね。口輪筋のトレーニングをしてしっかり口の周りを筋肉を鍛えることが一番なんですけれども、こういう細かいシワがね、こうできちゃうと、特にこの上、年齢を感じますよね。ですので、口輪筋のトレーニングプラス、これやな。ちょっとわかります？上の歯に上唇を沿わす感じ。唇ちょっと伸ばす感じ。ちょっとやってみてください、一緒に。ちょっとこういう動きをね、加える、時々されると、このシワがね、こう定着するのを防ぐことができますからね。はい。次、目の下のたるみトレーニングはたるみが改善した後も毎日続けた方が良いでしょうか。もうこれはずっと続けてください。ここのね、目の下の筋肉を鍛えて、だんだんとこうたるみが改善してくると思いますけれども、それはここのダムのようになって、しっかりとこの筋肉がしっかり鍛えられたことによって、眼下脂肪がへっこんで奥に戻った状態なので、これをやめるとまた戻ってきますからね。ずっと続けていただくことが大事です。顔ダンスすべてずっと続けていただきたいですね。顔ダンスを1日何分やればおきゃんママさんのようになれますか？私は1日10分、15分、20分ぐらいで続けています。それぐらいでいいです。唇の前のシワの改善法。うの口をするとお尻の穴のような放射線状のシワができます。さっきも言いましたよね。こういう多分縦じわだと思いますね。これはさっき言ったやり方で、これ、もしくは、これ、下が気になる場合は、こう、歯に唇をこう押し当てるようにしてグリグリすると、小じわがビッと伸びてきますからね。そのような形でやってみてくださいね。目の下のたるんだ皮膚はどうなりますか？頬と同化するようにこう上に上げていくことがやっぱり大事ですね。しっかりと頬上げ、あと目の下の引き上げをしてください。インスタライブのアーカイブをもう一回載せてほしいです。はい、今までのライブはほぼ載せていると思います。顔ダンスのプロフィールページの動画の方の項目見ていただいたらありますのでね。何日のライブってあるのでそこを見てくださいね。ゴールドラインがひどいです。特化した解消方法、トレーニングを教えて深刻なんです。この間もお伝えしましたよね。こういう斜めにこう分断するようなのは筋肉の割れ目になるので、頬の位置を上げることが大事なんです。筋肉を全体的に上げることによって、その割れ目の位置が若干こうずれて、目立たなくなってくるんですよね。ですので、しっかり頬上げ。これ、しっかりやってください。はい。トレーニングしていると他の部分にシワが寄って定着してしまわないか心配です。これもよくね、シワのお悩みってすごく多いんですね。で、シワは大丈夫ですと。顔ダンスの場合はシワは定着しないってお伝えしてるんですけども、やっぱりこう、心配。目の前にこう出ると心配ですよね。私ちょっと伝えました。リンクルブロッカーっていうシワ伸ばしテープなんですけれども、これは表情筋トレーニングをする時のために私が開発したものになりますね。で、手で押さえていただいてもいいですけども、こう、あっちこっち細かい小じわがある場合は、これがリンクルブロッカーなんですけども、こういうふうにいろんな顔の部位に合わせていろいろこう、使い分けることができるので、こういったのをちょっと貼ってトレーニングされるといいです。で、これは寝るときに眉間のシワの解消とか、そういったのにも使えますからね。シワ気になる部分にこう貼ってみてくださいね。ほうれい線をなくしたいですが、頬の苔もなくしたいです。ほうれい線はなくしたいけども、頬の苔も。だからご相談してくださった方は、口の横の脂肪があんまりないタイプでほうれい線があるっていう感じの方かなと思いますので、その場合はですね、ここに脂肪をつけることができないんですよ。ピンポイントで年齢重ねるとね、いくら食べて太っても。なので、上唇、ちょっと一緒にやりましょうか。上唇と下唇をしっかり、ちょっとグッと押し合いましょう。はい。グッと押し合って、押し合った状態で空気を入れてください。そして、ふっくらさせたいところを膨らます。内腔を広げるようなイメージですよね。ちょっとそういう感じでやると、若干こう、ふっくら感が出てきますね。これやってみてくださいね。4年顔ダンスしてますが、ほうれい線がどんどん目立ってきてます。大丈夫でしょうか？顔ダンスをすることで、こう、ほうれい線が濃くなったというご相談なんですね。で、どのような状態でそのようになるのか、ちょっと、4年やってらっしゃるので、何かしら効果は出てるかなと思うんですけども、効果が全く感じられなくて、ほうれい線がどんどんこう濃くなるっていう感じでしたら、チェックをするために、レッスンを受けられた方がいいかなと思います。もう4年間していただいてるのでね。次ですね、60歳です。今からでも変わりますか？もちろんです。もう変われますよ。もう筋肉は何歳になっても鍛えられますからね。大丈夫ですよ。はい。頑張ってください。
目の大きさの左右差が気になります。加齢によるものですか？顔ダンスで改善できますか？目の大きさの左右差で、誰でもですね、目のこう右と左って違ったりとか、この二重まぶたのこの幅が違ったりとか、もう全く同じ目っていうのはないと思いますね。私もありますしね、左右差がありますけども、もしも上まぶたがこう下がってくることによって左右差ができている場合は、このトレーニングですよね、いつもやる、こう、おでこのシワに指を置いて、眉毛の上げ下げ。これをすることで、上まぶたが上がりますので、それによって、このおでこが全体的に均等に上がってくると、左右差が解消してくるということもありますんでね、ぜひやってみてくださいね。生活感のないおきゃんママ様、羨ましいです。毎日朝から晩までどのように過ごされていますか？朝から晩までですかね。私のはほとんども変わらないというか、必ず5時半に起きます、朝は。土日関係なく、もう5時半ってもう決めてるんですね。で、5時半に起きて、少しデスクワークのようなことを、パソコン作業とかをしまして、それから朝食作りですね。家族がいるので、朝食を作って、それ以降はですね、大体打ち合わせが入ってることが多いですね。何かとね、いろんな。オンラインの打ち合わせもあるし、どこかに出向いてっていうこともあります。はい。夜はまあ11時ぐらいには寝るようには努力をしてます。はい。そんな感じで特別、たまにジム行ったりですね。そんな感じですかね。買い物行ったりとか、はい。夕食の買い出しに行ったりとか、そんな感じですかね。はい。皆さんと一緒です。特に変わったことはしてません。寝る前の、ちょっとしたトレーニングですよね。それはするんですよね。これ見たらみんなびっくりすると思うんです。今割と素敵なこういうのってありますよね。これ鉄洗いですよね。昔で言う。これを使ってるんですよ。これ多分ね、30代から使ってるので、もう30年になります。2キロです、これ。ここのね、テープがだんだん溶けてきて取れちゃったんで、自分でこの白いテープを巻いてます。これを私愛用して。ちょっとこんなこと時々したりとか、暇があったら、ここの筋肉をね、やっぱりこの振り袖になってくるでしょう、年齢重ねると。ここが、どうしても。ここって意外と難しいんですよ。しっかり鍛えても、ジムで鍛えても、意外とこの細い、たるっとした感じがね、難しいので、もうできるだけこれはね、頑張って。愛用品です。顔ダンス毎日やってます。顎に梅干しじわができてしまうのですが、何か改善方法はありますか？ここですよね。ここね。この部分はですね、やっぱりちょっと一緒にやってみてください。ここの皮膚をぐーっと伸ばしてみてください。顎を突き出す感じ。アインの口。アインの口。ぐん。ここ。それを時々顔ダンスの間にちょっと入れるといいかもしれませんね。はい、それでやってみてください。キャンママさんのファッションについていつも素敵なので、ありがとうございます。私はワンピースが好きでよく着てます。これはですね、ケイミーさんのワンピースですごくね、日本女性の体型に合うようなものを作ってらっしゃって着心地がいいんですね。で、もう洗濯機でパッと洗って、クリーニングではなくても洗濯機で洗って、シワにもならないというね、ケイミーさん、検索してみてください。いろんな素敵な、私が着てるのもたくさん出てると思うんです。それとか、あとね、ダイアンの、もう昔はよく着てましたけど、だんだんダイアンがですね、私似合わなくなってきました。割と丈もちょっと短めなので、短めですし、ちょっと柄がですね、多いんですよね。最近のは。なので、最近はちょっと、あんまり着てないかもしれないですね。で、ワンピース割とよく着てますね。あとはデニムですね。普段ちょっとジム行ったりするときにはパンツルックがほぼ多いかなと思います。目の下の色素沈着のクマは薄くできますか？色素沈着はちょっと難しいです。シミの場合はね、本当のシミになってる場合は、ちょっと顔ダンスで解消っていうのはちょっと難しいですね。黒クマっていうか目の下のたるみで、出っ張ってその下が暗く見えるような時は、目の下の引き上げでも大丈夫なんで、解消してきますからね。どのくらいの期間で効果が現れますか？はい、2週間から3ヶ月です。何か食事で注意していることはありますか？食事はですね、前回も言いましたけど、やはり野菜が私すごく好きで、緑黄色野菜ばっかり食べてます。もう本当に野菜よく食べます。で、油物、特にお肉の脂身とかがすごく苦手なんですよね。魚は好きなんですけどね。そんな感じですかね。野菜はやっぱりしっかり取れば、本当に肌状態は良くなると思います。3年くらい体操をやってますが、目の下の黒クマが消えません。やはり原価あるのでしょうか。眼下脂肪ですよね。
眼下脂肪がこう出っ張ることによって、この下が黒く見えるっていうことですね。その膨らみの下。やっぱりその3年頑張ってらっしゃって、全く効果がないっていうのはちょっとどうかなって思うのがちょっと実はあります。他に何か効果を感じていらっしゃいますかね？目の下だけですか？目の下だけでちょっと効果はないっていうのかな。一応ちょっともしもこれもね、見てみないとわからないです。拝見しないとね。ぜひレッスン、受けられたからいいかなと思いますね。もしも間違った方法でやってる場合だったらそこでわかりますのでね。砲上げ5番も代用トレーニングもいくらやっても頬が痛くなりません。動かすことで効果がある。頬が痛くなります、やはり。もしも、鍛えられてる場合は、やはり体のトレーニングもそうですよね。筋肉痛とかちょっと、こう、張ってる感じがやっぱりあると思うんですよね。全く何も感じないってことはないので、やはりちょっとこうやり方が違うのかなと思います。眉間の縦じわを解消させるに効果的な方法を知りたいです。眉間の縦じわ、眉間の縦じわですね。ちょっとこれ力入れて、お伝えしましょうか。眉間の縦じわに悩んでいらっしゃる方って結構多いと思うんですよね。私が思うに一番の原因は寝てる時だと思うんですよ。何か考え事をしたりとか、目が見えにくい時にこうやってやる方もいらっしゃるんですけども、起きてる時のその一瞬のシワとか言ってあんまりそんなに影響はないと思うんですよね。やはり一番考えられるのが寝てる時に無意識にこうやって寝る。ですよ。ちょっとこう、ぐっと歯を食いしばった感じで、ちょっと食いしばりがあったりとか、ちょっとこういう感じでぐーっとちょっと疲れる時にね、多分それをされてるんじゃないかと思うんですよ。ここがひどい方は。年配の方、男性でも女性でも、ここがもうぐっとこう、入り込んでる方いらっしゃいますよね。ぐーっとなんていうかな、ぐっとこう、なんていうか段差がもうできてるような状態に、もうそこまで行く前にですね、ぜひやっていただきたいのが、このフラウニーズっていうテープ。これちょっと反転してるので字が反対なんですけど、フラウニーズ眉間用で検索していただくと、いろんなサイトでこう、あるので、できたら安いところを選ばれたらいいと思うんですけども、こういったね、こういったちょっと、テープがあるんですよ。で、これ三角形にちぎれるようになってるんですね。これ眉間用なので、こうやってちぎって、眉間にこう貼るんですね。こういう風になってるので、ちょっとこう、水に浸して、こっち側がちょっと、糊じゃないけども、貼り付けやすくなってるので、これをちょっと水に浸して、こういう感じで貼るんです。こういう感じで。この眉間のところに。そして寝る。そうするとですね、これがすごくね、厚紙なので、この眉間を寄せるときにこうなっても、これがもう平らのままなんですよ。なので、そこにシワにならないんですよね。で、もしも今眉間にシワがあって、すごく気になっている状態だったら、できるだけ早めにこれされた方がいいと思います。おそらくですね、こう、ぐーっと神秘まで入り込んでも、ゴツゴツになってカチカチになってしまったら、回収、これ貼ってもちょっと難しいと思うんですよ。で、朝起きて、眉間のシワがちょっとあるなって思ったら、必ず夜、シワをこう、やってる可能性があるので、ぜひこれ早めにされるといいと思います。この、フラウニーズね。フラウニーズ眉間用。これ、ほうれい線、口元用いうのもあるですけど、それじゃない方ですよ。このほうれい線じゃなくて眉間用をぜひ、取り入れていいかな。私、実は貼ってます、これ。私も実はこのタイプです。寝てる時に。多分ね、いつもじゃないみたいなんですよ。これを貼り忘れると線がある時のない時があるので、線がある時には多分ちょっとこう、疲れてる時、そういう時かなと思いますね。常備してます。あとね、これ結構硬いんですよ、割と。人によってはちょっとこの角がね、ちょっと長くね、説明しますけど、この角がちょっと痛い人もいるんですよね。そういう方は柔らかめのがいいです。さっき言いました、トレーニング用のトレーニング用の、表情筋トレーニング用のリンクルブロッカー。これを眉間に貼って寝たらいいですね。この形なんかがちょっとぴったりかなと思いますね。この台形みたいなね。これですとすごく柔らかいので、厚紙みたいじゃないので、こんな感じでもう本当にこう柔らかいんですよね。フラウニーズはちょっと硬いです。こうやって。もうカチカチ。こんな感じ。使い分けたらいいかなと思うんですけども、軽いシワ、本当に表皮だけがちょっとシワになってるかなぐらいだったら、こっちの、リンクルブロッカーの方が向いてると思います。頑固なシワにはこれは効きません。もうかなり線が入ってるのよねっていう場合は、こちらにされた方がいいと思います。これフラウニーズね。早めがいいですよ。眉間にシワがある、もう分かってらっしゃる場合は、できるだけやったらいいです。私もこれでもう解消してもほとんど今はないですよね。予防が大事です。
予防ね。はい。もう一つ。顔の左右差が気になります。顔ダンスで改善されますか？はい。改善します。できるだけこう眉毛を上げるときとか、頬を上げたりとか、この動きをするときには両方均等にやるっていうのを心がけてください。はい。では、前回に引き続き、こんな感じで。フラウニーズ、貼って寝ても痒くなったり乾燥したりしないですか？それがですね、私もう何年もやってるんですけど、全然痒くならないんですよ。この接着の部分がですね、発酵した果物か何かの、果汁か何かでなんかやってるらしいんです。で、その刺激がないタイプのものでね、本当にこれ大丈夫です。ただね、剥がす時が問題なんです。ピッと剥がしたら角質も一緒に取れて、やっぱり皮膚に良くないので、コットンを濡らして、朝起きてね、取る時にね、コットンをちょっと乗せとくんです。そうすると、ちょっと時間経つと、パッと取れますからね。剥がす時だけ注意したら大丈夫ですね。常に口角が下がってしまいます。口角上げましょう。これは意識の問題ですね。頑張ってください。はい。じゃあ、質問これでね、回答させていただきましたので。で、せっかく今日来ていただいたので、ちょっと顔を動かしておきましょう。まず、おでこの引き上げ、あと目の下のたるみ解消トレーニングと、目尻の引き上げ、ウインクですね。ウインクしましょう。で、次、頬行きましょう。頬上げ。しっかり頬を上げて、で、口輪筋を鍛えて、フェイスラインね。これ、ちょっとやりましょうか。ちょっと順番変わるかもしれませんがね。一緒にちょっとやってみてください。口角上げて。はい、笑顔作って。あ、頬が鍛えられすぎてアンパンマンみたいに定着することはないです。ないですね。ちょっと調整してください。もしも出っ張りってくるようだったらね。はい、じゃあ、これもフリシワの部分に指を置いて、眉毛投げ下げましょう。はい。上げて、下ろす。続けましょう。上げて、下ろす。上げて、下ろす。はい。軽く下を噛んで、下まぶたいきましょう。いきますよ。上げて、下ろす。上げて、下ろす。軽く下を噛んでね。顔の下半分力抜いて。はい、じゃあウインクいきましょう。下を噛んだまま。皆さんは下を噛んでおいてくださいね。はい、できる方は早くいきましょう。はい、ウインク。頑張って。はい、口輪筋鍛えましょう。はい。グッと押して。はい、押して。口輪筋鍛えますよ。はい、出して。前に出して。はい、組みる。押して。はい、前に出して。はい、組めて。はい、フェイスラインいきましょう。口を置いて。ここに指を置いて。左のライン出して。反対。左のライン出しますよ。行きましょう。上げて、よし。終わりました。ごめんなさい。はい。では、今、終わったので、じゃあ今日はこんな感じで。
はい。時々こんな感じでね、曲に合わせて一緒になりましょうね。はい。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。